ナノライプボーカルギターのきみこです。よろしくお願いします。ギターの佐々木純です。よろしくお願いします。私と佐々木純が高校が一緒で、高校の時に私がふと思い立ってバンドやりたいってなって、で当時彼双子なんですけど、双子のお兄さんも同じ高校に通ってて、でギターと彼がベースをやってたので、お兄さんがなので2人一気に獲得できると思って一緒にバンドやらないって誘ったところがスタートでした。とっても街も綺麗で気候も、今の時期がそうなのかちょっとわからないんですけど、気候もすごく良くて、で特に人が本当に優しくてびっくりしてます。すでに大好きです。みんなすごい優しい方々が多くて、でよく日本おもてなしの心があるってよく言われてると思うんですけど、全然ルーマニアの方々も同じぐらいというか、もうそれ以上におもてなしの心がすごいあるなって感じてます。温かい、そうですね、バンド結成はもうさっきお話ししたように高校生の頃なので、そこからだとすごい長い年月にはなるんですけど、やっぱりデビューが決まって、でアニメの主題歌を歌わせていただけるっていうことすごくびっくりして、で当時はそんなに私も純もアニメを見る習慣がなかったので、どういう世界なのかわからないままいきなり歌わせてもらったんですけど、実際にアニメの中の一緒に作る人だとか世界を知っていくと、こんなに魅力的な世界があったんだと思って、あそこから全てが始まったので、本当に運が良かったなと思います。確かにアニメに携わらせていただくことになってから、ここまで本当にアニメが世界で人気があるのが想像できなくて、ですごいたくさんのアニメ作品に関わらさせてもらって、気づいたら本当に海外のいろんな国の人が自分たちの音楽を知ってくれてるっていう状況になってて、本当にたくさんの国に行ける機会もそれでいただけて、すごい一気に世界が本当に広がったなって思いますね。どんなだろうね。結構スポーツものに近いようななんだろうね、爽やかな青春学園ストーリーよりも結構スポコンというか、なんて言えばいいんだろう、すごい叩き上げ、本当にデビューまでも長かったし、デビューしてからもう今年で15年になるんですけど、その間も本当に喧嘩もしながらやってるので、今でもその辺をアニメにするともしかしたら面白くなるかもしれないなと思います。難しそうだけどね。そうだね単純に僕ドラゴンボールがすごい好きで、そういう格闘ものに変換できたら面白そうだなとなるほど、多分そしたらキミコはすごい強いキャラで、悟空とか、なんかそういう、もしくは敵キャラの悪いやつ感じのね、で俺はすごいすぐにやられちゃうクリリン、ヤムチャとかヤムチャ、すぐやられちゃうキャラだと思うんですけど、なんかそういうの考えたことなかったんで、すごい面白い、面白いなと思います。私は日本のスピッツというロックバンドが大好きで、本当に中学生の頃にスピッツに出会って、それから今までずっとナンバーワンです。スピッツが大好きです。はい、僕は本当たくさんの音楽を聴くんですけど、本当にアニメに関わらせてもらってからはすごい先輩方が本当にかっこいいなって思うことが多くあって、ジャムプロジェクトの、それこそドラゴンボールの影山博信さんと、あとワンピースの北谷宏さんだったり、5人のメンバーなんですけど、皆さんすごい優しくて、もう本当に音楽の先輩
という感じなんで、普段は優しいのにライブになるとすごい熱いみたいな、すごいパワーがあって、なんかそういうのをすごいやっぱり自分たちも見習わないとなっていうのはすごい思いますね。日本でもね、もうめちゃくちゃ流れてるオゾンがルーマニアの方だったんだっていうのをね、後から知って、であとは今回のライブで機材を貸してくださるラミーのお父さんのホログラムっていうバンド、昨日教わって YouTube 見てたんですけど、すごいかっこよくって、もっともっと聴いてみたいなと思いました。そうですね、今回新しく8枚目のアルバムを13曲入りのアルバムを出したんですけど、すごくいいものができたと自分たちでも思っていて、デビューから15年間の間で8枚アルバム出してきて、毎回ちゃんとこう胸を張って前回の作品を超えられたって思っているので、ちゃんと進化できてるかなとは思うんですけど、やっぱりその原因というか進化できる力っていうのは聞いてくれる方がいるからだなと思うので、本当にライブが大好きで、日本でももう一年中ライブをやってるんですけど、ライブハウスで会うみんなの顔とか、みんなからもらう歌声とか、そういうものと、でここ数年だと本当に純が言ったみたいにいろいろな国で歌わせてもらったり、本当一緒に歌ってくださるのとかもちゃんと音楽が届いてるんだっていうのを実感できるので、そういうことを積み重ねてたくさん力に変えられてるんだなと思います。一昨日ミチをいただいて、ミチすごい美味しかった。美味しかったね。でまだ食べられてないんですけど、なんだっけ、ロールキャベツみたいなサルマール絶対食べたいなと思ってます。あとビールが美味しいね。ビールすごい美味しくて、ナノライプビール大好きなのでルーマニアのビールすごく美味しいです。スーパードライを日本のビール用意していただいたんですけど、ちょっと味が多分日本と違うんですよね。少しだけ違う気がする。こっちの方が好きね。日本だと瓶で売ってないんですよ。缶で全部売ってて、その瓶で飲むスーパードライがすごい飲みやすくて、美味しいなと思って。美味しいね。お部屋にご用意いただいて、お部屋で飲みました。すごい美味しいです。羨ましいです本当に。ルーマニアのイメージ、やっぱり一番最初に思い浮かぶのはドラキュラだったんですけど、実際にルーマニアに行けるってなって、いろいろこう動画とか写真とか見て、すごく綺麗な国だなと思っていたんですけど、来てみたらそれをはるかに超えるぐらい本当に綺麗で、ゴミ箱もすごいたくさんあるんですね。道にゴミも落ちてないし、で静かで木々もいっぱいあって、本当に素敵なところだなと思いました。確かにね。暮らしたい。去年に行ったのがブラジルだったんですけど、ブラジルはちょうど日本の真裏なんで、季節が本当に全く逆だったんですよね。冬だよね。夏に行って向こうが冬だった。ブラジルはすごいやっぱり違うなって感じがしたんですけど、ルーマニアの今の気候と日本の気候はすごい近い感じで、だいたい最高気温と最低気温もほとんど同じぐらいの気候で過ごしやすいのだったり、食べ物の多分味覚も結構近いんじゃないかなと思ってて、すごい日本に近いところがすごいいっぱいあるなって思いましたね。そうですね、海外はもちろんたくさん行きたいなと思っていて、本当に国内でも国外でもそうなんですけど、こう顔を見て歌える機会っていうのが一番嬉しいので、そういう機会はどんどん増やしていきたいなと思っていて、でもちろんいろんな国行きたいんですけど、さっきね話してて、ルーマニアの中でツアーをやろうって話してて、ルーマニアもやっぱりいろんな都市があると思うので、それも他にもこんな都市があって来てくださいってさっきもミート&グリートで言っていただいたりして、
いろんなルーマニアを見てみたいなと思ってます。ヨーロッパツアーとかも楽しそうだね。そうだね、行ってみたいです。だけど本当にたくさんの国もうすでに行ってるんですけど、その中でもルーマニア本当すごいいいなって感じてて、もうすでにまた来たいなっていう気持ちになってます。ありがとうございます。